目覚めなさい。目覚めなさい。勇者よ。勇者よ。眠っている場合ではありません。ちょっと！あたちはブルミだよ！何それ！こんな時だけ独創的な考え方はやめろ！あたちは噛み終わったガムじゃない！もうおまんじゅうでもない！ブルミだってば！ブルミ！ああ、君もあたちをからかうのが趣味になった？とにかく最近寝てばかりいるけど、どんな生活をしているんだよ。ちょっと落ち着いてきたからお話をしようと思ったのに、仕事から帰ってきたらいつも疲れた顔で寝るから何も話せないじゃん。やっと話が通じる人に出会えたのに、寝てばかりいたら意味ないよ。それが君に心の声を読む能力を貸していたら疲れやすくなっちゃって、君が活動する昼間は眠くてまぶたが重いんだよね。君が寝てる夜の方がむしろ活動しやすいっていう感じ？無理して昼間に歩き回ることもできるけど、あたちはワークライフバランスを重視してるっていうか、お互い寝ていたってことでおあいこにしない？それはそうと、君もかなり大変だったみたいだね。人間って特別だから、これくらいはどうってことないと思ったんだけど。あたちが手伝った方がいいのかな？どういうこと？共同アーカイブに妖精たちが書いた冒険日誌があったよ。君が寝ている間、少し読んでみたんだ。新しい事件が起きているみたいで楽しかった。ところどころ誤字があったり省略された部分も多かったけど、それにジャムとか牛乳をこぼしたみたいで変な匂いもしたな。もっと真面目に書いてくれる妖精がいればいいのに。深夜に入ってきたやつのこと？ 30 分くらい教師ちゃんの寝顔を見つめてからそーっと出て行ったよ。あたちは君にしか見えないんだってば。とりあえずジュウが戻ってきたら見せてよ。直接見て触ってみたら何かわかるかもしれないから。ジュウか。エルフたちが使っているものとは違うのかな。とにかくあちこちで起きた事件の解決ご苦労さん。記録を覗いてみたけど、もしあたちが君の立場だったら全部諦めてめちゃくちゃにしてたかも。例えばの話だよ。いくらあたちがあの方の部下とは言ってもそこまでの力はないからね。
だから今後は最低限のことだけ考えよう。ところで前に奇妙な精霊に会ったって記録があったけど、カエルに乗って移動する精霊のことね。そのウイって精霊に会って何か妙な感じはしなかった？そう？おかしいな。それが、あたちも詳しいことは忘れちゃったからよくわからないんだけど、あんな精霊会ったことないみたいな。そうかな。ところで、ウイが住んでるのはエルフたちの住む場所の近くにあるハス池のほとりって本当？今度行ってみようかな。そこまでしなくていいよ。それに、君は一刻も早くさっきの司祭のところに行った方がいいと思うよ。さっきから部屋に出入りして君が起きるのを待ってるみたいだったから。慌てて出ちゃった。妖精たちにこき使われてるみたいで心配だな。それじゃあちょっと個人的な調査でもしよっかな。エルドリアン・エレジー。エルドリアン・エレジー。世界樹教団の賛美歌集です。教師様の寝坊によって省略された朝のミサで使われる賛美歌集のことです。お祈りをしているのだと何度申し上げればお分かりいただけるのですか。未だに神聖なる祈りと昼寝の区別ができないなんて。まだまだ道のりは遠いですね。違います。昨日間違いなく祭壇に置いたのですが、今朝見たらなくなっていました。置いた場所を間違えるはずがありませんし、これは盗難事件です。歌詞を覚えている者はいないので、あれがないとミサを行うことができません。私は問題ありませんが、他の信徒たちが覚えられないのです。賛美歌集がないと、お互いチラチラと見ながら口パクをするだけです。世界樹教団の書物は営利目的の複製が認められていません。あれが唯一の賛美歌集だったのです。教理の改革だなんて。教師様、先走りすぎるのは良くないと申し上げましたよね。毎朝当番の司祭が黒板に賛美歌を書き写してミサが終わったら消します。でもこれは私が入信する前から受け継がれている伝統でして、私は末端の司祭ではありませんので、チョークの重さに耐えられません。司祭長は重責を担い、末端の司祭をこき使う。いえ、管理して導くことが務めなのです。規律というものは階級があってこそ意味をなしますから。
女王様の食事から少しずつ砂糖を抜いて、中毒症状を和らげようと試みていた。純粋だった頃の私が書いた日誌です。残念なことに。やっほー、教師。どうしても何も友達に会うために急いで王宮の仕事を片付けてきたんだから。へへへ。ネルも一緒だなんて落ち着くのよ。女王様が急いでお仕事を？とても怪しいです。なんで嘘だってわかったの？それが越見用のカンニングペーパーがなくなったのよ。越見室でどんな行動を取るべきか書いてあるメモ帳よ。仕事の必需品なんだけど、例えば何者かが罪を犯して連れてこられたら、民が不自由なく過ごせるようエルフィン女王は常に努力しています。この件については担当部署に伝え、妖精王国の発展に尽力いたします。って感じね。業務によって様々なバリエーションがあるんだけど、あのメモ帳をなくしたせいで今日の仕事はダメだったわ。何それ。教師様、賛美歌集の件と何か関係があるのかもしれませんよ。消えた賛美歌集と女王様のメモ帳。何か嫌な予感がします。何の役にも立たないなんて。今の発言、すぐに取り消してください。聖書が消えたも同然の事件だというのに。そうだすぐに取り消してよ。私にとって王国の大法典が消えたも同然の事件なんだから。あれのおかげで女王らしくできていたのに。なんで私だけ？ネルも殴りなさいよね。私のことを根掘り葉掘り問い詰めて、ひどい！教主様、司祭長様、大変です。どうしましょう。何年パン作りをしていると思ってるんですか？パンのレシピくらいは頭に入っています。バカにしないでよ。家計簿が消えたんです。あれがないと今月の支出計算ができないので、来月の在庫計算もできないんです。今月は赤字、黒字。女王様のせいで赤字でしょうけど。いた！女王様？どうして殴るんですか？教団の聖書と王国の法典が消えたのよ。家計簿なんて比べ物にならないわ。これはお告げです。教師様、よくお考えください。同じ日にそれぞれの運命と直結する重要な書物が消えるなんて。一冊目は偶然、二冊目は疑惑、三冊目となれば確実です。早急に調査すべきだと私は思うのです。手がかりを見つけましょう。どう見ても頭が痛くなりそうだし、ここは一番賢い教師に任せるとするわ。逃げるチャンスよ。
私だって賢いですよ。魔法学校の校長は誰にでも務まるものじゃないんだから。レジュール、黙ってよ。人に押し付けられる絶好のチャンスなの。空気読みなさいよね。とても賢明なご判断です。さすが教師様です。今朝受け取った報告書のリストよ。確認してみて。あれ？教授、この報告書を見て。なんだか重要なことが書いてあるみたい。あなたも早く読んでみて。エレナから私宛ての手紙よ。ちょっと！これはコピーして他人に送らないと効果がないんだから。あれ？この報告書から嗅いだことのある匂いがするわ。何かしら？どんな内容なの？そうなの？報告書だけでどうやってそこまで。私も気づいてたもん。バカにしないでよね。ふんだ、私だって一文字ずつ集中して読めばわかるわ。何を偉そうに。このお店に質屋と書いてありますし、マヨさんの家で間違いないですね。私は盗んでないよ。いつも一緒に仕事してるのに、どうして信じてくれないの？洞窟屋イコール犯罪者。犯罪者イコール信用できないっす。洞窟屋じゃないから！冒険家だって言ってるでしょ？教主様。コレクション、久しぶりっす。コレクションが教師として認められて、価値が爆上がりっす。へへ。それが。マリーは黙るっす。あらあら、返事を避けるだなんて、何か隠し事があるんじゃないかしら。権力を振りかざして相手をねじ伏せる尋問はいつやっても楽しいわ。ナイス。本当に助けてくれるっすか？じゃあ、ここに署名。帳簿が消えたっす。でも、そんなこと普通に言えばいいわよね。どうして秘密保持契約書なんて。実は、
帳簿は地図なんです。反乱の時、私の家は全焼したので、今は盗品を分けて隠してるっす。マリーは冒険家だから、私の宝物を盗もうとして地図を盗んだっす。盗んでないよ。洞窟。いや、発掘した宝物は君にしか売らないのに、そんなことするわけないでしょ。いくら私でも、マナーは守るんだから。でも、お宝なんて、家が全焼して塵一つ残らなかったのに、もう集めたのね。教主様を売ってるんですよ。救世主の毛髪や神のお告げを受けた者の爪とか、そういう類のものですね。心配いりませんって。実際は教主様の体の一部じゃないですし、マヨと私のを包んで、教主様のってラベルを貼れば、みんな喜んで買っていくんですよ。みんな喜んでるから、問題なしぐー。詐欺じゃないですって。正式に商標登録もしてますし。教主様のは登録商標っす。あれ？教主様の柔らかチータマの共同開発提案の手紙って、マヨからだったの？でも送り主は質屋からじゃなかったわよ。マヨと私で共同オーナーなので、事業名で出したんですよ。スーパーマリーヨ。コンビニ事業です。教師様で商売するだなんて、神への冒涜です。教師様は教団の所有物なのですよ。なんてことでしょう。こんな低リスクでボロ儲けなビジネス、私たちが先にやるべきでした。これが登録証明書っす。あの時は忙しかったから、内容をちゃんと確認しなかったかも。神が不自由なく過ごせるよう、常に努力するエルフィン女王が、この件については担当部署に伝えて、妖精王国の発展に尽力させてもらうわ。つまり、ここにいる皆さんは、大切なものをなくしたってことですよね。本当にいろんなものが消えちゃってますね。共通しているのは、すべてが本だというところですけど。昨夜起きた事件に何か関係があるのかもしれません。ズタズタにされたかかしに地下の騒音、そして精霊の山から現れた青い流星。みんなで分担して調査してみません？教主様、女王さん、司祭長さんにマヨと私、そしてベーカリーの店主さんの6人なので、2人ずつチームを組んで調査するとか。どうして私だけベーカリーの店主呼ばわりなの？なんか脇役で役立たずみたいじゃない。でも、ベーカリーの店主なのは本当でしょ？まあ、そうなんですけど。かかしの方は獣人の森に近いので、そっちは私とマヨで調べますね。森を探検して洞窟。じゃなくて、発掘するのは私たちの専門ですし。一番楽そうなやつ、ほーらい。地下の方は魔女やエルフに関係しているかもしれませんね。私と女王様で調べるのが良いでしょう。王国の外交問題になりかねない重要な案件だもんね。言っとくけど、あちこち歩き回るのが面倒とか、そういうのじゃないから。適当にネルに任せちゃえば、私は横で居眠りしてればいいしね。
じゃあ、教主様と私は、精霊の山の方へ、行けってことですね。そうなるわね。なんか、一人で行くみたいで、かなり大変そうな気が。でも、教主様って戦闘力ゼロで、ただのお荷物ですよね。エシュール、この前あなたは精霊を退治できる呪文を知ってるって言ってたでしょ。大丈夫よ。それはそうですけど。ちょっと待って。前にモナティアムの付近で精霊たちとトラブルがあったから、一番危険なんじゃないですか？もたもたしてたら、一番面倒なやつを押し付けられた。私がその点を見逃しているわけがないでしょ。女王様、何かお考えがあるのですか？ええ、私が精霊の山の方を選ばなかったのはそれがあったからよ。つまり、怖いから他の人に押し付けただけですよね。心配なのですか？では、女王様をお付けしますよ。なんで私なのよ。この中で最も暇で役に立たなそうな人は女王様しかいませんよね。無表情でひどいこと言わないでよ。ご安心ください、女王様。精霊に対抗できるエシュールがついていますよ。よしよし。私だけやられるわけにはいかないもの。正義の教主様、ナイス。嫌よ、行きたくない。こんな柵にはめられるなんて。ネルのそばで何もしないで楽する計画が台無しじゃない。いやー！精霊の山を登るのは久しぶりです。昔、社会科見学の時によく来ていました。うるさいわね。思い出話なんて聞きたくないんですけど。あなたのせいで私まで連れてこられたんですけど。あの時、皮肉を言って笑っていたのはどこの誰でしたかね。女王様、こうなったからには楽しみましょう。あれを見てよ。ねえ見てよ。楽しめると思うわけ？あの山をどうやって歩いて登るっていうのよ。あれ？思考魔法のようなものを期待したのかしら。やれやれ。これだから魔法を使えない種族はプププ。ネルが山に行くように言った時、冷静すぎたからおかしいと思ってたのよね。でも、やっと現実に気づいたよね。プププ。どうしてネルがあっちを選んだと思っているの？マリーとマヨにカカシの方を取られちゃったから、次に楽そうなのを選んだのよ。精霊の山には魔法を阻害する力が働いているので、瞬間移動は危険です。素早く移動する魔法は他人に見られている時だけ素早く動けるだけで、実際に動いた分だけ体力を消耗します。あなたも気づかないうちにはめられてたってわけよ。クスクス。あなたの悔しそうな表情を見てるとスカッとするわ。登る前から文句ばかり言わないでください。山道に入る前に湖を通り過ぎる必要があるんですから。いやー、冷た。何？うわー、妖精なんて
水の上位精霊ナイア様よ。私は精霊の山の門番。ふっふん、ここは通さないよ。やめてってば。妖精の女王に水鉄砲なんてくぬぬ。女王？妖精の女王がなんでここにいるの？妖精王国史上最大の危機をもたらしかねない謎の盗難事件を捜査中なのよ。それはもう昔のことよ。過去の危機なのよ。妖精は常に未来を見て進むんだから。盗難事件って？精霊たちが何か盗んだっていうつもり？へえ。この背の高い子は何者なの？妖精でもエルフでも獣人でもなさそうだけど。人間よ。この間エイリアスに落ちてきたの。人間？初めてだと違和感があるけど、そのうち慣れるわ。よくわからないけど慣れてきたみたい。あなたの言った通りずっと見ているからかな。なんだろう、この安心感は。さあ、山頂の風の精霊たちなら見たかもしれないけど。待って、あなたたち山を登るつもり？ダメだよ、ダメだよ。今山は危険だよ。この前イフリートが誰かと戦ってきたせいで。エルフと妖精に水に沈められたってカンカンに怒ってるから。まあ、昔はそんなこともあったけど、今は元素ごとに離れて暮らすようになって考え方もそれぞれ違うし。山を登るの？まあ、私の知ったことじゃないけど。楽に登りたいなら、地の精霊たちに助けを求めればいいと思うけど。山の中ね。洞窟はダメですよ。イフリートのような火の精霊は、精霊の山の内側で暮らしてるんです。余計に危なくなるかもしれない。そうなんだけど、精霊の山に足を踏み入れたら安全な場所なんてないから。大事なのは、あなたたちを助けてくれる存在がいるかどうかでしょ？山にはあなたたち妖精やエルフをよく思っていないのが多いんだから。そもそも、なんでイフリートが山を降りたと思ってるの？いくらそう言っても、あの頑固な火の玉野郎は聞く耳を持たないと思うけど。私たち精霊は2つの派閥に分かれてるの。私みたいな水の精霊や地の精霊は、あなたたちのことを別になんとも思ってないけど、火と風の精霊たちは、エイリアスにいる他の種族をかなり警戒してるの。もし彼らの領域に侵入したことがバレたら、想像するだけでも怖いね。この子たちを通したことを怒られるのかな。まあ、ガビアはある程度話が通じる精霊だし、多分大丈夫だと思う。地の上位精霊よ。山の近くの洞窟に行けば会えると思う。罠よ！きっと裏切られる。私たちを罠へ誘導しているに違いないわ。なんだか、そういう流れな気がしない？エルフの事件の時と似た状況だと思わない？
裏切る？バレちゃった裏切りよ。ぷぷー。攻撃されてるわ。早く助けてー。教主様はどう思いますか？ナイアの言うように洞窟を通るのがいいですかね？でも流星の剣はどうするの？風の精霊たちが知っていても私たちは嫌われてるみたいですし、ちゃんと答えてもらえるんでしょうか？山頂から風の精霊に吹き飛ばされたりしないかな。難しいことは後回しでいいわよ。今は水鉄砲から逃げるのが先でしょ。反応が面白くて楽しい。いたずらしがいがある相手は久しぶりね。自然の洞窟にしてはかなり広いですね、教主様。地の精霊が作ったのかな？びしょ濡れよ。本当にひどい。ひどいのはあの水の精霊じゃなくて、あなたたちよ。妖精王国の女王がこんな風になるまで黙って見ていたのよ。普通は止めるでしょ。落ち着いてください、女王様。ちょっと水に濡れたくらいじゃないですか。あなたたち覚えてなさいよ。ここが地の精霊たちの住処なら、向こうはもう私たちに気づいているはずです。精霊の領域というのは、領域そのものが精霊たちの一部だという意味ですから。授業みたいで頭がクラクラする。そういうのは黙って流しなさいよね。エシュールみたいに説明が長いやつは嫌いよ。そういうことをすればするほど辛くなるのは女王様ですよ。どうしてよ。女王様はエイリアスに住んでいるのに、エイリアスについて理解しようとしませんよね。そういうのは専門家に任せるのよ。女王には女王の仕事があるんだから。カンニングペーパーがあるときは問題なかったのよ。あれはエルフたちが妙な企みをしたからじゃない。その前までは危うくうまくいってたんだから。あれくらいなら頑張れたし。それってカンニングペーパーを改良してくれるってこと？カンニングペーパー 2.0？ 大歓迎よ。教師もだんだん寝るみたいなことを言うようになってるわ。危ない危ない。カンニングペーパーってそもそも探す必要があるんですか？大事ですよ。在庫管理に販売量、仕入れ、売り上げ、それから女王様が想像を絶する食い意地でつける食べてばかりいるからです。それはあなたがそう思っているだけよ。あなたの髪の毛は何の役にも立たないけど、それを失ってもいいのかしら？
ある日、目覚めたら突然髪の毛がなくなっていて、その状態で落ち着いて生きていけるのかって聞いているの。それって、負け犬の理屈よね。わかってるの？自分の置かれた状況にひざまずき、黙って現実を受け入れる。ただの言い訳よ！髪の毛を失ったら、当然取り戻すため、命がけで問題に立ち向かうべき、そういう宿命なのよ！急に明かりを消さないでよ、エシュール！私じゃないですよ。急に発光魔法が使えなくなって。どうやら精霊の住処に近づいたせいで魔力が弱まったみたいですね。はい、精霊たちは魔法生物なので魔力の流れを遮ることができます。あるにはあるんですが、松明に火をつけるにも魔法を使わなきゃいけないので、当たり前のことすぎて思いつかなかった。魔法に頼り切った結果がこれよ。なんてざまなの、エシュール。妖精も結局は一人、自分で解決できるようにならないとね。女王様、この状況で皮肉を言っている場合じゃないですよね。思ったことを言っただけだし、あかんべー。いや、エシュール、今殴ったわね。殴ってませんよ。暗闇のどさくさに紛れて私を裏切るなんて、パン好きの下克上なの？ねえ！女王様こそまた変なことを言って私を殴ろうとしてるんじゃないですか？少しくらい殴ってもいいじゃない。女王が自らの民を殴って何が悪いの？何よこれ！挙手、なんとかして！ココとか、そういうの打って！あなた声が大きいんだから、脅かすくらいできるわよね。ココみたいに大きな音を出すのよ！ダメです。大声を出せば、無駄にモンスターを刺激することになります。自信よ！いいえ、むしろ好都合よ！どうせ洞窟が崩れるなら何か口に入れておかないと。空腹で遭難するよりお腹いっぱいで遭難した方がまだマシよね。非常食とか持ってるんでしょ？じっとしてて！いやー！ここで埋まったら一生泥しか食べられないわ！みんな逃げたみたいね。青い流星。地の精霊は話せないの？じれったいわね。見た。何よ、話せるじゃない。とても小さな声ですね。随分と人見知りみたい。山の上に光が。光じゃなくて流星よ。流星。光。青い流星。シーラ。
方向を変えたけど、ついていけばいいの？うわー、暑い。ついてきたらこんな日ばっかりの場所に連れてきて、よくも罠にはめてくれたわね。やっぱり精霊なんか信用するんじゃなかったわ。じっくりと私たちを煮て食べるつもりね。今私がこれは火の精霊たちです。あそこ、火の海の中央にいるのは。今日の薪はこれだけか？この怠け者ども！エルフたちのリサイクル政策が変わって、あまり段ボールが。黙れ！段ボールがないなら木を薪にすればいいだろう。ゴミ置き場じゃなくて精霊の山で集めるんだ。そんなことをしたら木の精霊たちが。あんな弱い奴らの事情なんて俺の知ったことか！ちょっと取り乱しちまったかな。落ち着け、落ち着け。俺だってこんなことは言いたくないんだ。同族たちよ、計画に間に合わせるためには辛抱強く耐える必要がある。初めてエイリアスに足を踏み入れた時のことを思い出せ。なんと素晴らしい世界だったか。しかし劣等種族どもが俺たちの作り上げた世界にやってきて、どれほど無責任な生き方をしてきたか。俺たちは偉大なる存在だ。ベーカリーのオーブンで融合触媒として扱われて満足していいのか？お互いに協力関係にあるだけです。融合なんとかはよくわかりませんが、ベーカリーのオーブンの中で暮らしている火の精霊もいます。同族たちよ、もう少しの辛抱だ。時が来ればシーラがエイリアスの新たな風となり俺たちを導いてくれる。風の精霊。危険な組み合わせですね。小さな火種でも風があればとんでもない山火事になりますよ。そんな、今までずっとこうしてきたんですよ。火の精霊にオーブン生活を強要したこともありませんし。教主、私たちだけを悪者にしようとしてない？精霊たちも大概よ。不満があるなら言えばよかったのに。何を今さらそんなことを？流星？あの流星が関係している。どうするつもりですか、教主様？思ったより大変なことかもしれない。何が言いたいの？ちゃんと話してよね。声が小さすぎるのよ。じれったい。どうしてわからないの？もうイライラする。ほら、地面に文字を書いて。何の音だ？聞き間違いか？ただの風だったのかもな。多分
から静かに話せばいいでしょ。また殴った。またいつも殴るし、バカにするし、説教するし。なんなの？ネル 2.0 なの？あいつら、あの時の工場の、すぐに捕ま私のせいじゃない。教師が殴るからよ。いつも私ばかりいじめるからこんなことが起きるんだわ。とにかく早く逃げましょう。溶岩だ。火の精霊の縄張りでは降りすぎます。とにかく早くここから逃げましょろ。どうしてここに来たのか知らないが、覚悟はできてるな。ここにはお前たちを守ってくれる水はないぞ。洞窟が崩れるわ。カビオ、私をかばってくれるの？なんや。ガビオ！ガビオ、あいつらを連れてきたのはお前か？同じ上位精霊とはいえ、俺の根城に危険な連中を連れてくるなんて。うるさん！なんだって？もう少し大きな声で言え。何も聞こえないぞ。分かれ道です。どっちへ進みましょうか。この道で合ってるの？ここってさっき通った道じゃない？教主様、素直に道に迷ったと認めましょうよ。まさかとは思ってたけど、本当に道に迷ったの？教師が道に迷ったらもう希望はないんですけど。まったくエルフィン、バカなことを言ってないでさっさとついてこい。この道はまだ通ってないだろう。でもさっきの道と似てる気がするんですけど。そんなに私が信用できないのか？私は君の何倍も頭がいいのに。さすが教師ね。こんなことすらできないとかないわよね。君と私は同類だ。一緒にチーズケーキでも食べに行こう。これからどうしましょうか。せっかくカビアが逃がしてくれたのに、ここで道に迷っていたら、お先真っ暗じゃない。でもお腹すいた。あのガバガバな胃袋を埋めることなんてできるの？エシュール。はい。エシュール、手を貸して。手？急にどうしたんですか？エシュールの手は甘い。いつも小麦粉とジャム、砂糖に触れる労働者の手だから、美味しそうな匂いがするの。私の手は食べ物じゃありませんから。
食べ物なら少し持ってきたので。はい？食べ物なら持っていますので、それを。わかりました。教主、もしかして私に敵対するつもり？教団の親分風情が王権に反旗を翻すわけ？そんな口車には乗せられないんだから！私を排除して再生一の王国にしようと企んでいたのね！このろくでなし！空腹のあまり正気を失っているようですし、今からでも。黙りなさい、食料袋。私はいつも以上に正気よ。教主様、女王様がご乱心ですので、何発か殴って正気に戻しましょう。もう、教主様、何なんですか？早くちょうだい。パンちょうだい。恨めしい目で見るのはやめてください。今あげますから。じゃーん！不良在庫のサッカリン入りのビスケットですよ。どうして殴るのよ！自分で欲しがってたくせに何が不満なの？これはパンじゃないわ！一体それはいつ作ったやつなの？砂糖の供給が再開されてから結構経ってるのに、なんでまだ持ってるのよ！不良在庫として残っているので、少しずつ自分で食べて消費してたんです。賞味期限だってずっと前に切れてるじゃない。そんなものを女王に食べさせるなんて反逆者のすることよ！今の音は。目視にて確認。オーバー。全員、所定の位置につき、次の段階に移行する準備をしてください。あなた、エレナの隣にいつもいる？ここにいたのですね。ずっと探していました。どうしても何も、あなたに協力を求めたのを忘れましたか？確か手紙を送ったはずですが。表向きはそうです。機密情報の漏洩を防ぐために暗号化した手紙でしたので。私は知ってたんだから、教主がその手紙を捨てようとしてたのを止めたのよ。教主が捨てようとしたんだから、これは教主が悪いんだから。つまり、理由もわからずここへ来たということですね。妖精王国の事情はわかりませんが、好都合です。モナティアムの偉大な指導者であるエレナ市長様が、精霊たちに誘拐されてしまいました。市長様を物のように言うのはやめてください。モナティアムは監視カメラが24時間稼働している町です。市長様が風に飛ばされていくところをしっかり抑えた映像があります。精霊が起こした魔法の風でなければ、市長様ほどの重量を空中に飛ばせるとは思えません。軽すぎて、ただ風に飛ばされただけかもしれませんが。教主様！じゃあ、妖精王国で消えたものも、風の精霊が。妖精の方々も精霊にご用があるのでしたら、モナティアム鎮圧班が山を登ってきていますので、洞窟に沿って向かい合流しましょう。
湖の水の精霊ですか？山を登る前に会いましたよ。突然鎮圧班に水鉄砲を撃ってきたため、敵とみなし、2日前に開発した精霊拘束機のプロトタイプ装置に封じ込めておきました。モナティアムはテロリストとは交渉しませんので。ナイヤは今どこに？装置は鎮圧班が運んでいるため、山の中腹あたりかと。ねえ、これどうするの？めんどくさそうだし、セリフを減らしてカロリーを節約よ。何をひそひそと話しているのですか？了解しました。それでは行きましょう。到着しました。ここが予定されている合流地点です。何か食べ物を分けてもらえませんか？お腹が空いたのですか？鎮圧班の隊員たちが非常食を持っているはずです。彼らが到着したら差し上げましょう。よかった。さっきから女王様に手を食べられてしまいそうで。ねえ、噛まないから。少し舐めるだけだから。女王様、それ以上は近づかないでください。私から10歩離れろって言いましたよね。なんて食い意地なの。まるで獣じゃない。アメリアさん、こちらです。妖精たちと会っていたのでありますか。合流地点に誰も来ておらず、てっきり裏切られたものと思っていたのですが。仕方ありませんよ。私たちにとって最も馴染みのある外交手段ですし、状況に応じて裏切るのは基本中の基本。そのチャンスがあるならば、常に選択肢の一つとなり得ますね。妖精の教主には気を悪くしてほしくはないですが、必要であれば陰湿な選択を厭わないのがエルフの流儀であります。ふーん。そういえば、随分と馴染んでいるわね。カンナってあなたにすごく反抗的な態度だったのに、随分と丸くなったわね。上下関係が確立しましたので。妖精の教主という役職ならば、私より上位の方なのでしょう。認めるべきものは認めるのであります。軍人たるもの、規則が命なのです。しかし、これはあくまで同盟関係の間だけです。もし裏切るようなことがあれば、また敵対関係に戻りますよ。あそこの奥に。あ、やっほー！あなたたちもここまで来てたんだ。教主、あいつ、本当に捕まってるのかしら？捕まっている割には、かなり楽しそうですね。戦った？どうかな？水鉄砲を撃ったら掃除機みたいなものに吸い込まれただけだよ。目が覚めたらここにいたんだけど、特に困ることはないし。当然です。精霊を安全に拘束するには快適な空間が必要です。このため装置から出たくなくなるようにデザインされていますから。天才的な皮肉。さすがは市長様の傑作です。人間がマッサージチェアに座るのと同じような感覚ですね。実際にマッサージ機能も搭載されています。何を期待していたのですか？まさかロープや手錠のようなものでギチギチに縛られた姿を。エルフの文明は
そんなに低レベルではありませんよ。もちろん、それが快適だと感じる種族がいるのであれば、そうするべきでしょうが。文句を言われないよう嘘をついてるわけじゃないわよね。気になるようでしたら、後ほど録画映像をご確認ください。作戦中の映像はライブカメラで監視室へ送信されています。軍事作戦は実戦ノウハウ蓄積のため全て記録されていますから。録画映像、ライブカメラ、送信？一体何を言っているの？ガビアが？まさかそこまで本気で助けてくれるなんて。道案内くらい？精霊同士で意見が食い違うことはあるけど、戦うのは珍しいかな。ガビアがそこまでするってことは、イフリートがやりすぎたってことだけど。エルフたちは、風の精霊に市長を誘拐されたって言っていますし。私のカンニングペーパーも盗まれたのよ。市長の件はわかるとして、カンニングペーパーってなんだろう。シーラ。湖の方に離れて一人で暮らしているせいなのか、これまで無関心すぎたのか、こういう面倒なことは苦手なのにな。まずは、確認してみるね。もう少し進めば、シーラの住む風の精霊の精霊宿があるはずだよ。あなたたちを助けるかどうかは、シーラとイフリートが何を企んでいるのか、確認してから決める。ガビアはイフリートと戦っているはずですが。大丈夫。ひどいことはされないはずだから。シーラ、イフリート、ガビア。私は同じ時期に生まれた上位精霊の姉妹。その絆は切っても切れないよ。鎮圧班、行軍を再開する。このまま頂上まで登り、市長殿を救出する。行軍を再開します。どうしてそんなことを聞くの？私たちの中で一番賢いっていうか、計算高いっていうか、冬の寒風みたいに冷たい時もあれば、春のそよ風みたいに暖かい時もあって。風のように不安定という意味かもしれませんよ。各元素の特徴に似てると思えばいいんじゃないでしょうか。水の精霊ナイアは柔軟な性格で、どんな器に入れてもその形に合わせる水のようです。死の精霊ガビアは真面目で冷静な大地みたいですし、イフリートはまさに火そのものって感じで、いつも激しく怒ってます。地震は常に起きるわけじゃないですし、焚き火だって風に乗って広がれば山火事になります。それぞれの性格に尖った面もあるでしょう。けれど、元素の根本的な性質と精霊を重ねて考えてみてください。教主様。エシュールはいつも本ばっかり読んでる本の虫ね。性格なんてのは直接会ってみないとわからないものよ。理論と実践は違うんだから。女王様って、いつも皮肉を言うタイミングばっかり伺ってますよね。私だってたまには正しいことを言うわ。自分が常に正しいと思い込むほど危険なことはないんだから。
でしょほら見て、教師も私に同意したわ。えへへ、褒められ頂上に到着しました。いつ風の精霊が現れるかわかりません。各自で周囲を警戒してください。た。週に大警戒？週にはクリームが必須なのに。市長殿があそこにいらっしゃるぞ。あんな、野蛮な方法で拘束されているなんて。なんでしょう。この複雑な気持ちは。なんですって？私のいない間に、そんなことをしていたのですか？これほどレアな光景は抑えずにはいられません。市長様のブロマイドコレクションに追加しなければ。カンナ隊長、用事は済んだので解放して差し上げなさい。はっ。市長様がなんとも無残な。申し訳ありません。もっと早く助けに来るべきでした。そこまでだ。これ以上そのものに近づくな。シーラ！ナイア？なんだそのざまは。まさかエルフどもに捕まったのか？その通り。水の上位精霊はモナティアム鎮圧班が確保しました。事実を言ったまでです。イフリートを残酷に水の中へ沈めるだけでなく、ナイアまで拘束するとは。イフリートの剣は自業自得よ。お前ら寄生生物がいかに残虐な連中かよく分かっていたつもりだったが、ここまでとはな。シーラ、何を言ってるの？彼らはそんな悪いことは。捕まってる分際でよくもそんな情けないことを言えたものだな、ナイアよ。シーラ、ちょっと落ち着いてよ。一体何をするつもりなの？私はこいつら全員をエイリアスから追い出す。自分勝手に生きる寄生虫どもを追い出し、精霊たちだけで暮らしていた平和な時代に戻るんだ。そんな。教主？どうしたの？私も真面目な時は真面目なんですけど。魂？何それ？エネルギーが減るならヘルシーでしょ？シーラ、なんでそんな怖いことを考えるの？あなたは私たちの中で一番警戒心が強いけど、ここまでするほどじゃなかった。お前には他の精霊たちの悲鳴が聞こえないのか？私たちだけを信じて従う怪精霊たちが助けを求めて毎日叫んでいるだろう。何を言ってるの？いつも無意味ないたずらばかりしていて、周りの苦しみなどどうでもいいということか。なんですって？これ以上は見ていられません。鎮圧班、撃ってください。はっ！モナティアムへの先制攻撃に適切に対応しているだけです。エルフたちは頭おかしいんじゃないの？射撃中止！周囲の状況を確認して報告せよ！精霊たちに防御を許せば全員が危険にさらされます。教主様はイフリートと戦った時のことを忘れたんですか？教主様、
あそこ！あの風の精霊、無傷よ。敵の制圧に失敗した。そうきたか。望むところだ。かかってこい。バン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 うるさいったらありゃしないわ。いい加減撃つのをやめてよ。ターゲットが早すぎて当たりません。精霊制圧用の樹液を使ったガス弾ですから、当たれば効果があるはずです。世界樹の川に流れる樹液を改良したものです。世界樹に何をしたの？蛇口みたいなのをつけて取り出してるとか？外側に染み出している樹液を採取するだけです。蛇口をつけたりはしていませんので、落ち着いてください。市長様が妖精たちとの争いを避けるために蛇口のアイデアを却下されたのですが。自然の力に逆らえると思っているのか？体が勝手に押されて。私たちを山の下に落とそうとしているみたいです。教習、まずいわ。どうするのよ。そうでした。世界樹の始まりのしもべよ。我が言葉に従え。我は世界樹の友である。何？昔の忘れていた感覚が。これは一体得体の知れない安心感に包まれる。エイリアスの元素たちはもう誰にも服従しない。破られた？こうなると思ってたわ。パンばっかり作ってたエシュールにできるわけがなかったのよ。私はちゃんとやりましたよ。どうして？海精霊たちには聞いたのに。完全に失敗よ。どうするの？いいえ、さっきよりも明らかに鈍くなっています。今なら鎮圧班、すぐ攻撃を。無理です、アメリアさん。風に吹き飛ばされた隊員が有効射程に入れません。援護が必要そうだな。今の通信は一体。カンナ隊長、援護部隊を編成していたのですか？カンナ隊長がこんなに用意周到だったなんて。援護？そんな、まさか市長殿の救出作戦で事務局を除いた全兵力を動員しているはずです。我の正体などさまつなこと。我、通りすがりの黒き闇のスナイパーとでも言っておこうか。何者かに通信を傍受されていたのですか？通信が漏れている。送信されている映像をずっと監視していたのだよ。最高のタイミングを待ちながらね。あなたの正体はわかりませんが、私たちを助立ちしてくれるということですか？一発だけだ。わかったか？報酬はたっぷりといただくがね。何を？わかりました。ではお願いします。こ
発砲音が遅れて弾丸に追いついたんです。モナティアムから撃って命中させたというのか。こんな実力者がモナティアムに。そんなことが可能なのですか？あの距離から命中させたと。私にもそこまでは。しかと見届けたか？振り込み先は666の6。傍受された無線の周波数を変更します。ええ、すべて解決しましたので報酬を振り込む必要もないでしょう。射撃能力に比べて交渉能力はないようですね。おい、待て！作戦中継用に持ってきたカメラも電源を落としてください。監視室、無線網をオフにします。こんな奴らに負けるとは。おかしい。いくらシーラが神経質だからって、こんなことをする子じゃないもの。やっと市長様を解放できます。市長様、今すぐ解放します。申し訳ありません。もっと早く来るべきでした。一晩でどれだけの屈辱を味わったかわかるか？この精霊にひざまずかされたんだぞ！どうしてそんな目で見る？それだけじゃないぞ！あいつに土下座までして命乞いをしたんだからな！市長様、そのような屈辱を味わうなんて。地球征服の失敗以来、多種族にひざまずくのは初めてのことでは。うるさい！一体シーラに何をしたの？私たちは何もしてないぞ！工場の遊園地へ遊びに行った精霊たちはみんな無事なの？もちろんです。水の精霊の雇用契約書に関しては、上位精霊であるあなたにもお見せしたはずですが。それはそうだけど、本当に信用していいの？本当だって！教主、君も見ただろ？黙ってないで何とか言えよ！精霊たちがちょっと羨ましいと思ったくらいなんだから。そう？わかった。とにかく、問題なのは私でもあいつでもない。どういうこと？誘拐されている間、私はこの天才的な頭脳で推理してみた。自然を守ろうとするのが精霊たちの本能。なのにエイリアスの住民を攻撃するのは不自然だからな。そうですよ。エイリアスの住民も、エイリアスの自然の一部なんです。風の精霊の理屈は、何かがおかしいです。驚いた。頭が切れる妖精がいるなんて。こいつは話の通じる妖精のようだな。エルフも少しは賢いみたいね。ちょっとは話が通じるエルフかもね。我々エルフは異邦人だが、自然の浄化能力を計算し、限界を超えるような汚染物質や煙は排出していないぞ。排出するのはどうしようもない。でないと文化的な生活を維持できないんだ。精霊たちが攻撃に踏み切らないギリギリのラインを常に保っているはずだ。これ以上は、私の立場が危うくなりそうなので、この辺でやめておきます。それで結論は？何を推理したっていうの？あの風の精霊は、正気を失っている。
皆さん、市長様の驚くほどシンプルな結論を馬鹿にしているのですか？やれやれ。正気じゃないという意味を理解できないのか？自分の意思でやったことではないって意味さ。精霊工作の呪文が効いていたら、その理屈も理解できますが、シーラは私の魔法に抵抗しましたよ。だが、同等の存在が試したとしたらどうだろう。まさか。あんたたち、思ったより頭が切れるじゃない？シーラの上に誰かが。まあまあね。よくできましたステッカーもあげたいけど、そんなの作ってる暇ないし。シェイディ。精霊じゃない、幽霊よ。シェイディ、シーラに何したの？何をしたか。シーラの近くでうろうろしてただけ。シーラにつきまとって苦しむ精霊のモノマネをちょっと披露しただけよ。ああ、助けてください、シーラ様。シーラ様、暑いです。800度のオーブンの中は火の精霊でも暑すぎます。おいシーラ、そんなに長く生きてるくせに騙されるのが悪いのよ。あたいだってこんなのが通用するなんて思ってなかったし。全部、お前の声だったのか。あの魔女にお礼を言わなくちゃね。最上位の精霊シーラをこうも簡単にもてあそべたんだから。魔女ですって？命令だなんて失礼しちゃうわ。あたいが誰かの命令に従う幽霊に見えるわけ？それはなんで教えないといけないの？フリックルのやつ、なかなか使えるアイデアを出してくれたわね。次も相談しようかしら。もう気づいていたの？じゃあどうして聞くわけ？教授、なんでわかったの？そんなの私は全然聞いてなかったけど。ねえ、私だってそれくらいはできるわよ。シェイディ、今まで私は操られていたというのか。どうして睨むの？白状しちゃいなよ。いつも山頂から地上の種族を見下しながら、ずっとこういうことやりたいって思ってたんでしょ？シーラ、あんたもちょっとは楽しめたんだし、この程度のいたずらに目くじら立てないでよね。あたいは単にあんたの本心を引き出しただけ。いたずら、許さないぞ。世界樹の創造物に攻撃するよう仕向けるなんて。だったら何？殴る？あたいも世界樹の創造物なんだけど。シェイディ！ああ、そろそろおいとまするわ。クソ真面目なシーラに怒鳴られるのは嫌だし。じゃあ、またね消えちゃった。ふむ。こんなに厄介な奴が絡んでいたとはね。幻聴で精霊を操れるなんて、脳内メモリに記録っと。
とにかく、私の推理は正しかったようだ。どうだ、何も言い返せないだろう。素晴らしい。さすが市長様です。人質の身でありながら、なんと見事な推理を。あそこまでよいしょされると胸焼けしそうね。で、思ったんだけど、なんで私をよいしょしてくるやつがいないの？いると思いますか？シーラ、落ち着いて。どこに行くの？話せ！シェイディのやつ、許さない！落ち着きなって。幽霊の領域に一人で乗り込んでどうするつもりなの？シーラがこんな風になるまで気づかなかったなんて。そうですよ。今は復讐なんてしている場合じゃありません。ガビアがまだ洞窟にいるはず邪魔するな！電光石火のように飛んでいったな。どうすればいいんですか？シーラが止めなければ、イフリートの暴走が続くのに。私が止めてみる。ガビアと合流してイフリートが山から出てこれないようにしてみる。あなたたちはシーラを追って彼女を落ち着かせたら精霊の山に送り返してほしいの。シーラはそんなに悪い精霊じゃないから。さっき聞いたでしょ？シーラがあなたたちを攻撃したのはシェイディに騙されていたからだった。正気に戻っても全然怖かったけどね。なんだか面倒なことになっている気がするわ。お願い！イフリートを抑えている間にシーラを連れ戻せるのはあなたたちしかいないの。どうやら、私たちも手を貸した方が良さそうだね。精霊たちが暴れ回ると、工場の労働力が減ってしまうからな。インフラ改善のため、今後10年間、大量の労働力が必要です。違う。脱出方法が分かり次第ここを出るつもりだけど、それまでは現在の計画を進める必要があるってことだよ。本計画と非常時の対策は常に並行して進めていく必要があるからね。それでは、市長殿、よろしくお願いします。ああ、カンナ隊長も妖精たちをよろしく頼むよ。はい。当然だろ？出張は下っ端の仕事だぞ。私の代理でカンナを送るという意味だったが、わかりづらかったか？その通りです。いつから市長様がそのような辺境に行ってくれるなどと大それた勘違いをしていたのですか？市長様は誘拐されたトラウマに対する心理カウンセリングも受けなければなりませんし。市長殿、私、明日から休暇なのですが。休暇はいつでも取れる。任務は今すぐやらないとね。よし、これで決まりだ。アメリア、面倒な仕事は下っ端に任せて戻るぞ。かしこまりました。あいつら本当に相変わらずね。気に入らないけど、上から堂々と物を言える態度はちょっと羨ましい。今回の休暇も取り消しだって。妖精の教師様、もしもの時に備えてこの通信機をお持ちください。クイックダイヤルの1番で市長様に直接つながるので、緊急事態の時だけ使ってください。
シーラお願いね。教主、本当にこのままでいいの？私たちでっていうほど活躍してませんでしたよね。ただ事実を言っただけなのに。面倒だから適当に押し付けただけだと思うけど。250日ぶりの休暇が。